これだからアメリカかぶれのやつは大嫌いだって言ってるんだ。部長はひどく興奮した様子で唾を飛ばしながら、帰国子女の俺に怒鳴った。ここでは俺がルールなんだよ。俺に逆らうやつは全員クビだ。部下の意見に全く耳を貸そうともせず、力ずくで従わせようとする部長に対し、俺は激しい怒りを感じた。しかし、同じ土俵に立って罵り合ったところで、解決の糸口は見えない。俺は高ぶる感情をぐっとこらえ、部長に何とか分かってもらおうと、誠意を持って訴える。だが、部長に俺の思いは少しも届かなかったようだ。俺に偉そうに説教するのか？俺に従う気はないということだな。それならお前はクビだ。今すぐここから出て行け。シーンと静まり返ったオフィス内に、部長の怒声だけが響く。そうですか。わかりました。ここまで言っても伝わらないのならば、もうこの人に何を言っても無駄だ。部長のやり方に耐えて仕事をしてきたが、限界である。痛い目を見なければわからないのだと部長に見切りをつけた俺は、あえてこれ以上の反論はやめて、会社から立ち去った。俺の名前は杉下仁。医療機器メーカーのアメリカ支社で働いている。アメリカに渡ったのは子供の頃、親の都合だった。俺の両親は、俺が幼い頃に離婚し、母親に引き取られた。当時は今ほど女性の社会進出や出世が一般的ではない中で、母はフルタイムで仕事に打ち込み、キャリアを重ねていく。いわゆるバリキャリだった。女手一つで働きながら俺を育て、何不自由なく生活させてくれたことを心から感謝している。幼い頃は、忙しく働く母ともっと一緒に過ごしたいと、寂しい気持ちになったこともあったが、それ以上に、俺は母の生き方を息子として誇らしく思っていた。母は仕事と子育て、どちらも自分の人生に必要不可欠なものだから、どちらかを我慢したり、妥協したりする気はないといつも言っていた。この頃から俺も母のように強い信念を持った人になりたいと思っていたのである。母の仕事の関係でアメリカに行くことが決まったとき、不安そうにする俺に対し、母は明るく笑ってみせた。子供のうちからネイティブな英語が自然と学べるなんてラッキーよ。海外での経験は必ずあなたの財産になる。そして将来きっと役立つはずよ。楽しみましょう。母自身、子供を連れての海外生活は不安もあっただろうと思うが、それをみじんも感じさせないポジティブな発言に、俺は勇気づけられた。そして母の言葉通り、子供時代はアメリカで過ごしたことによって、俺は多くの貴重な経験を得ることができ、人格の形成にも大きな影響を及ぼしたのである。日本人とは異なる生活様式や様々な価値観に触れ、相手を理解しようとする心や尊重する気持ちが自然と養われていったと思う。また、対話する相手が日本人であっても、アメリカ人であっても、同じように自分の気持ちを率直に伝えられるコミュニケーション能力も身についた。俺は子供の頃から突出した才能があったわけではないが、探求心が強く、
勉強が好きだったので、コツコツと勉強し、アメリカの大学院に進学した。卒業後は、現在の勤め先である医療機器メーカーに就職し、日々忙しく働いている。医療機器メーカーは、最先端の医療技術について、日々研究を行い、常に新しい医療機器の開発や、既存の機器の改良を行う会社だ。医療現場に販売する際には、医療従事者に向けて製品説明や問い合わせ対応なども担当する。仕事を進めていくためには、医療関連の幅広い知識が必要になるため、日々勉強を続けていかなければならず大変だ。だが、日本の企業がアメリカに進出し、素晴らしい技術が世界で活躍することを日本人として誇らしく思いながら日々の業務に当たっている。アメリカでの生活が長い俺にとって就職後、日本人の仲間がたくさんできたことは大きな喜びだった。特に3歳年上の先輩である富岡さんには、入社当時からとてもお世話になり、公私ともに仲良くしてもらっている。富岡さんはとても面倒見が良く、仕事のやり方から社会人としてのマナーまで丁寧に教えてくれた。俺は、たとえ相手が先輩であっても、思ったことを率直に発言するところがあるので、我ながら生意気な後輩だったと思うが、富岡さんは、そんな俺をありのまま受け入れてくれたのだ。目上の人に媚びを売ったり、長いものに巻かれたりすることを覚える必要はない。人が人らしく仕事をすることが会社の発展につながると俺は思うよ。そんな富岡さんの言葉に俺は何度も救われた。富岡さんは持ち前の明るさとおおらかさで人脈を広げ、着実に業績を伸ばしていく。とても仕事ができる人だ。俺は富岡さんを心から尊敬し、少しでも追いつきたいと思い、がむしゃらに仕事に打ち込んだ。こうして切磋琢磨しながら過ごした日々は、毎日が刺激的で、とても充実していたのである。数年前に、富岡さんが日本の本社に異動になった時はとても寂しく、別れがつらかった。俺は寂しい気持ちを胸の内に隠して、明るく富岡さんを見送った。次にお会いした時、成長したと思ってもらえるように俺、頑張ります。富岡さんが涙をこらえる俺の肩に優しく手を添える。また一緒に働ける日を楽しみにしてるよ。お互い頑張ろうな。俺たちは熱い握手を交わして再会を誓ったのだ。それから俺は富岡さんから学んだことを生かして、ますます仕事に励んだ。そして入社して10年目、俺も日本の本社へ異動が決まった。富岡さんと再び一緒に働くことができる喜びと、日本で仕事をするという新しい環境への期待に胸を躍らせて、俺は帰国した。本社に出社後、配属先の海外事業部に向かうと、そこには富岡さんの姿があり、俺たちは久しぶりの再会を喜び合った。富岡さんは以前と変わらない優しい表情で俺を歓迎してくれたのだが、疲れているのか、少しやつれたようだ。少し痩せたんじゃないですか？本社の仕事、忙しいんですか？俺がそう聞くと、富岡さんは苦笑いして答えた。
ジンも会えばすぐにわかると思うが、実はここの部長の安藤という人がかなり厄介で苦労しているんだ。富岡さんが誰かのことをネガティブな印象で語るのを俺は初めて聞いた。どんな人ともすぐに打ち解けて良好な関係を築ける富岡さんがかなり厄介というなんて、一体どんな人物なのだろう。聞けば安藤部長は退職した前任の部長の紹介で中途採用されて入社したらしい。名門大学を卒業し、ここに来る前は大手商社に勤めていたという経歴を鼻にかけて偉そうにするそうだ。有能な自分の言うことを聞いていれば間違いないと言って、部下の意見には全く耳を貸さず、すべて安藤部長の思い通りに仕事を進めなければならないので、周りの者は苦労するのだという。安藤部長はアメリカ支社から来た人には特に辛く当たるんだ。ジンも嫌な思いをするかもしれないが、あまり気にしないようにな。わかりました。でも俺は大丈夫ですよ。俺は俺らしくいればいいって富岡さんが言ってくれたじゃないですか。俺がそう言うと、富岡さんはなぜか困ったような表情で笑うのだった。俺は早速安藤部長のもとへ挨拶をしに行った。アメリカ支社から異動になりました杉下仁です。本日からよろしくお願いします。安藤部長は俺を冷たく睨みつけた後、わざとらしくため息をついて言い放った。またアメリカかぶれか。思い上がったやつが多いから嫌なんだよな。いいか？ここでは俺のやり方に従ってもらう。上司の意見は絶対だということをよく覚えとけ。初対面で開口一番がこれとは、聞いていた通りかなり厄介な人物だ。しかし俺は臆することなく意見した。上司の指示に従うというのはわかります。ただ私も10年働いてきたキャリアがありますので、意見やアイデアは言わせてもらいます。その方がチームとしていい仕事ができると思いますので。俺の言葉が逆鱗に触れたようで、部長は鬼のような形相になり、大声で威圧してきた。帰国子女だからっていい気になるなよ。アメリカで10年働いたキャリアがなんだって言うんだ。アメリカなんて所詮は支社なんだよ。帰国子女だからとか、アメリカから来たからとか、そんなことは関係なく、一人の社員として意見したつもりなのだが、部長には全く話が通じないようだった。俺が次の言葉を発する前に、部長は俺を冷たく突き放したのだ。お前は黙って俺の言うことを聞いていればいいんだ。話は終わりだ。お前みたいなやつと話すと気分が悪くなる。なぜこれほどまでに毛嫌いされなきゃならないのか理解できないが、議論したところで無駄だと感じた俺は、これ以上何も言わず、自席へ戻った。ここまで偉そうに部下に言うからには、仕事ができる人なのだろうと思ったが、俺は安藤部長の仕事ぶりを見て愕然とした。海外事業部の部長でありながら、外国語が一切わからないようで、電話にも一切出ないのだ。書類はまともに目を通しもせず、部下に丸投げしている。部長というポストでふんぞり返って威張っているだけで、全く仕事をしていないのである。アメリカから来た俺たちに冷たいのは、自分が英語を話せない劣等感があるからなのかもしれない。
さらに部長は時差のある海外との会議や電話のために残業をしなければならない場合でも残業として認めず、結果的に海外事業部ではサービス残業が常態化していた。俺は思わず富岡さんに愚痴をこぼした。ここの働き方は異常ですよ。上に立つ人がまともに働きもせず威張ってるだけで、俺たちに全部しわ寄せが来てるじゃないですか。そうだな。俺も最初は戸惑ったが、これが日本のスタイルなのだろうから、我慢して頑張ろう。富岡さんの諦めたような表情を見ると悲しくなった。かつて切磋琢磨しながら働いていた時の高揚感や充実感は全く感じられないのだ。我慢して頑張る仕事とは一体何なのだろう。本当にこれが日本のスタイルなのか。俺は疑問を抱えながらも目の前の仕事に必死に向き合った。俺が本社に来てしばらく経ったある日のことだ。富岡さんが書類を手に血相を変えて安藤部長のところに向かうのが見えた。何かトラブルがあったのではと、俺は近くで見守り、様子をうかがった。富岡さんが部長に書類を見せて言う。部長、この決済、どうしてしまったんですか？ああ、それがどうした。相手は名の知れた大企業だ。問題はないだろう。それより、先方に遅れと言ったのに何してる。お前は早く言われた通りにしろ。富岡さんが頭を抱えながら反論した。そうはいきません。これは会社にとって非常に不利な内容です。部長は内容を確認されたのですか？まさか中身がわからないのに適当に決済したんですか？富岡さんの言葉に部長は逆上し、オフィス中に響き渡る声で怒鳴った。なんだその愚痴の聞き方は。誰に向かって言ってるんだ。富岡さんが一歩も引かずに言い返す。今度ばかりは黙っていられません。内容を確認もせず、適当に仕事をすることはおやめください。いくらなんでもひどすぎます。フォローしきれません。なんだと？いつもお前が俺をフォローしているかのような口ぶりだな。何様のつもりだ。実際、いつもフォローしているのだ。そのことに気づいてすらいないなんて、本当に呆れてしまう。部長は怒りが収まらず、興奮しながら自分は悪くないと言って、決して過ちを認めようとしない。このままでは拉致が開かないと思った俺は、二人の間に入ろうとした。するとその時、部長が信じられない発言をしたのだ。部下の分際で、よくも俺に逆らったな。これ以上俺のやり方に文句を言うなら、お前なんかすぐにクビにしてやるからな。この言葉を聞いて、俺は激しい怒りを感じた。仕事もしないで威張っているだけの部長と違って、富岡さんは多方面に気を配り、理不尽にも耐えて会社のために必死に尽力してきた人だ。そんな社員に対して、逆らったらクビにするなどと脅すのは、鬼畜の所業である。安藤部長は、富岡さんを追い払うかのように手を動かして言い放った。二度と俺に逆らうな。わかったらあっちへ行け。俺は気分が悪い。富岡さんが部長に言い返す前に、俺は二人の間に割って入る。これまでに感じたことのないような強い怒りを抑えることができず、俺は思わず使い慣れた英語で部長に反論してしまった。突然の英語に
部長はポカンとした表情を浮かべた後、それでも何かしら自分に対する反抗だというのは分かったのか、すぐに怒り狂って大声を出した。なんだお前は、俺をバカにしてるのか？これだからアメリカかぶれな奴は大嫌いだって言ってるんだ。ここでは俺がルールなんだよ。俺に逆らう奴は全員クビだ。興奮して唾を飛ばしながら怒鳴る部長を見ていると、俺は反対に冷静な気持ちになった。同じ土俵に立って罵り合ったところで、解決の糸口は見えない。俺は部長に何とか分かってもらおうと、誠意を持って訴えた。安藤部長、あなたは間違っています。そんなやり方では誰もついてこなくなり、いずれ立ち行かなくなります。もっと部下の意見にも耳を傾けてください。部長ご自身のためにもそうなさるべきです。しかし、部長に俺の思いは少しも届かなかった。お前というやつは、俺に偉そうに説教するのか？俺に従う気はないということだな。それならお前はクビだ。今すぐここから出てけ！部長がそう叫ぶと、オフィス内はシーンと静まり返った。同僚たちが心配そうに俺を見ている。そうですか。わかりました。すっかり部長に失望した俺は、そう告げると、その場を立ち去った。すぐに富岡さんが俺を追いかけてきた。ジン、待ってくれ。俺のせいで申し訳ない。富岡さんは何も悪くないですよ。このままここにいても、自分が求める仕事はできないから、これでよかったんです。後悔はありません。アメリカでの生活が長かった俺にはわからない。日本のルールがあるのだろうし、富岡さんが耐えているなら、俺も耐えようと思っていたが、こんなのは日本のルールでも何でもない。ただ、安藤部長という人が横暴なだけである。今この環境で自分らしく仕事をすることは不可能だ。俺は笑顔で富岡さんに別れを告げると、会社を後にした。そして俺が会社を辞めた次の日のことだ。自宅で過ごしていた俺のもとに、社長から電話がかかってきた。社長は海外出張から帰国した後、海外事業部に視察に出向いたが、富岡さんから俺が辞めたことを聞き、電話をかけてきたのだという。富岡くんから辞めたと聞いて驚いたよ。本社に異動になってまだ日も浅いというのに、一体何があったんだ？何があった？社長ともあろう人が随分とのんきなことを言うんですね。安藤部長への怒りから思わず社長に対して冷たく言ってしまう。それから俺は安藤部長との事情をすべて社長に話した。俺が部長にクビにされたことはもう起きてしまった出来事だからどうしようもない。だが辞めたからもう関係ないとは俺には思えなかった。これから同じような目に遭う社員が出ないように、今回のことは社長の耳に入れておいた方が良いと思ったのだ。俺が事の次第をすべて話し終えると、社長が口を開いた。なんということだ。部長であろうが誰であろうが、大事な社員を簡単にクビにする権利などない。部長が言ったクビなど無効だ。すぐに出社しなさい。昨日、上司とあんなことがあったのに出社していいのだろうか。戸惑う俺に対し、社長が言う。嫌な思いをさせて悪かった。
会社のトップとして私にも責任がある。これからはこのようなことがないようにするから、もう一度会社を信じてくれないか？どうかお願いだ。社長にここまで言われて、出社を拒むわけにはいかない。俺はすぐに支度を済ませ、会社へと向かった。俺が出社すると、俺の姿に気がついた安藤部長が、鼻息を荒くしながら近づいてきた。おい、クビになった奴が何をしてるんだ？俺に逆らっておいて、のこのこ現れるとはいい度胸だな。ある方に出社するようにと呼ばれたので来ました。俺がそう言うと、部長は怪訝そうな表情を浮かべた。誰がお前なんかを呼ぶんだよ。俺はお前の顔など二度と見たくないんだ。目障りだから早く出て行け。部長が俺を追い出そうとしたとき、部長の背後から声が聞こえた。彼を呼んだのは私だが、何か問題があるか？部長がぎょっとして振り返ると、社長が仁王立ちで部長を睨みつけている。社長？どうしてここに？いや、こいつは昨日上司である俺に背いて、社内の規律を乱したのでクビにしたんです。部長として会社の秩序を守るためにしたことです。そう訴える部長に対し、社長が問いただす。君は私の息子をクビにすることが会社の秩序を守ることだというのかね？息子？そんな、まさか。部長は俺の顔と社長の顔を交互に見比べ、驚きのあまり開いた口が塞がらなくなった。そう、実はこの会社の社長は俺の父親なのだ。両親が離婚してからは別々に生活していたが、母は離婚後も俺の父親は一人しかいないからといって、俺と父との交流を断とうとはしなかった。父も親としての務めを果たそうと、離れていても常に俺のことを気にかけてくれていたのである。そして俺が大学院に在学中、仕事で渡米していた父から、うちの会社の採用試験を受けてみないかと言われたのだ。俺はその時ちょうど就職先を考えている時期だったが、父の会社に入ることは考えたこともなかったので、驚いた。父はアメリカ支社で即戦力として働ける人材が欲しいと言い、それを聞いた俺も、この会社なら語学力や自分の力を生かして人の役に立つことができると思った。試験官には俺という人間だけを見て判断してほしかったので、父の名前は一切出さず、一般の社員として試験を受けて採用されたのである。母に父の会社に就職が決まったと報告するとかなり驚いていたが、自分の人生なのだから自分の心のままに進みなさいと言って応援してくれた。俺は母方の名字であるため、父とは姓が違う。また、社内で会話するときは社長と呼び、あくまでも社長と一社員として接しているので、社長が俺の父親だということを知っている人は少ないのだ。だから安藤部長が驚くのも無理はない。安藤部長はこの事実を知った途端、慌てふためき、言葉もしどろもどろになっている。そんな、息子さんだったとは知らなかったのです。ただ、私は部長として問題のある社員を正そうとしただけで。この後に及んで、まだ俺に問題があるということにしたいらしい。しかし、
俺も黙っているわけにはいかない。お言葉ですが、問題があるのは部長の方です。いつもまともに仕事もせず、部下にすべて押し付けておきながら、自分に逆らう者をクビにするなんて、そんな部長の下で働きたいと思う社員はいません。俺が強い口調で言うと、近くで見守っていた富岡さんも加勢してくれた。社長、安藤部長は書類の内容をよく確認もせず、勝手に決裁し、会社の不利益になる取引を行おうとしていました。そのことを指摘した私に対しても逆上し、クビにすると脅されました。そして、同僚たちも次々と集まってきて、部長に対する日頃の不満を訴え出したのだ。部長はすっかり四面楚歌になり、ひどく狼狽して目を泳がせている。違うんです。社長、私の話を聞いてください。社長は語気を強めて叱責した。言い訳は見苦しいぞ。私はここにいる社員たちの声を信用する。会社のために力を尽くしてくれる大切な社員を、君の身勝手な振る舞いで苦しめることは決して許さない。部長が社長にすがりつくように懇願する。社長、どうかお許しください。あれほどプライドが高く、いつもふんぞり返っていた部長からは想像できないほど惨めな姿に、俺は目を覆いたくなった。処分は追って知らせる。君に今できることは、これまでの行いを悔いて反省することだけだ。社長はそう言って、その場を去った。それから数日後、安藤部長は部長職を解かれ、下請け工場の一作業員として左遷されることが決定したのである。自分を有能だと信じて疑わない部長にとって、左遷されるという事実は受け入れがたいものだろうが、自業自得というしかない。人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあって当然だ。英語が話せるから偉いとか、高学歴だから偉いということはない。お互いの長所を認め合い、足りないところを補いながらチームで仕事を進めていくのが会社のあるべき姿だと俺は思っている。しかし、安藤部長は自分の考えのみが正しいと言い、他者を決して認めようとはしなかったので、このような結果になってしまったのだ。すでに退職していた前部長は、今回の出来事を知って責任を感じ、会社に謝罪にやってきた。遠い親戚に頼まれて、経歴だけを見て立派な人間だと判断し、部長に推薦してしまったそうだ。前部長は、人柄まできちんと確認していなかったことを心から反省している様子だった。さて、俺はというと、正式にクビは無効ということになり、会社に復帰した。そして新部長には富岡さんの就任が決定したのである。富岡部長、おめでとうございます。俺がそう言うと、富岡さんは照れくさそうに笑った。なんでジンがそんなに嬉しそうなんだよ。俺だけでなく、海外事業部の同僚たち、皆が富岡さんの昇進に歓喜の声を上げたのだ。それから俺たちは、昇進祝いに二人で食事しながら、今後会社をさらに良くしていくためには何をするべきか、熱く語り合った。一人の力だけでは成し遂げられないことも、お互いを高め合える仲間と力を合わせることで達成することができる。俺はこれからも富岡さんと共に会社を盛り上げていこうと決意を新たにするのだった。